皆様本日はですね、じゃんって言っても分かんないかな、こちらの材料を使ってリクエストにあったんですけれども、カルボナーラを作るんですけれども、私絶対失敗しないのでカルボナーラ作りたいと思います。早口言葉ですね。で、今回は多分ね、以前もやったことある気はするんだけど、カルボナーラ今回は生クリームとかも一切使わない、結構本場に近い感じのやつにしていきたいと思います。まあ本場だったらね、チーズとかベーコンもなんかいろいろ違うんだけど、ベーコンじゃなくてなんか豚の塩漬けみたいなね、まあ、そこまでは近くしないので、まあ、大体イタリアみたいなちょっと近づいたみたいなね。失敗しないのでカルボナーラ大体イタリア編でやっていきたいと思います。なんかね、なんかチーズも、まあ、日本ってやっぱパルミジャーノ・レッジャーノが主流じゃないですか。これがなんかペコリーノ・ロマーノ、なんか羊のペコリーノロマーノそうペコリーノとか使ったりとかないよね、あんまり。で、ベーコンもパンツェッタとかそういう系のやつ使うから、まあそこら辺がね日本寄りなんだけど、生クリームを使わないからほぼイタリアンみたいな。大体噛みすぎで、今回は、ベーコンとニンニクとチーズとあと卵ですね。で、卵今回 300g のパスタを作ろうと思ってるので、 100g に対して卵1個の感覚でソース、ただ最後に卵黄をね真ん中にポンと乗せたいので、今回は合計5個卵使います。飾り付け用だから普段はいらないってことだよね。せやなくてもいいよ。まあただ飾り付け用だけど、それ入れた分より卵がね濃厚にはなるんで、なんか日本のカルボナーラは結構やっぱ生クリームが主体で結構クリーミーな感じだけど、本場の方はなんかチーズが主体のチーズのパスタっぽいらしくて、だから日本人的にはやっぱもうちょっとむつごくなりすぎちゃうらしいんだよ。なるほどね。だからそこを卵でねちょっとコクを出していこう。ムツゴナーラね。そう、ムツゴナーラになる。ムツゴナーラを防ぐために卵ナーラにしようと思ってはい、でやっていきます。で、パスタのお湯は茹でといてください。もうじゃあ一応お湯にねお塩をぶっ込んでおきます。ではまずね、まあ、僕たちはベーコンとか大好きなんでたっぷりめにベーコンを使います。ただいつもよりはちょっと薄めにしとこうかなと、カリカリにしたいんで、こんなもんから2分の1ずつぐらいでいいか。 OK、 ベーコンはこんな感じ、結構たっぷりめにね。で、ニンニク、ただニンニク2個あるけど一応1個でも十分だと思うんだよね。これみじん切りにします。ニンニク1個でいいかな。結構今回ニンニク大きいんで、よいしょ。で、こやつらをみじん切りにします。ちょっとね香りをきちんと出したいと思ったんで、もちろんね手軽に桃屋の刻みニンニクとかでもいいし、まあ、チューブでさ刻みニンニクのチューブとかもあるから、手軽に作るんだったらそっちでもいいよ。ただまあ香りをきちんと楽しむんだったらやっぱり生のやつには勝てないと思うので、今回素材がすごい少なくてシンプルな分ね一個一個ちゃんとやっていこうかなと思った次第でございます。で、ニンニクこんな感じ。じゃあ火にかけていきます。で、軽く少量のねオリーブオイル、ベーコンからも油は出るので少しだけ最初にオリーブオイル入れて、ここに先ほどのベーコン、この子たちがカリカリになって油が十分出るまで入れていきます。で、その間にこちらのパルミジャーノ・レッジャーノ、こちらを削っておきたいと思います。で、普通の粉チーズとか売ってあるやつのパルミジャーノ・レッジャーノでもいいんだけど、結構正直こっちの方が安いんですよね、量的に。これ 70g、 約 70g で600円ぐらいだったのが半分以下の量で粉チーズとかね、パルミジャーノ350円とかこんな感じになるので、一応こっちの方が安くは作れますが、まあ気軽に普通に粉チーズを使ってくれても全然大丈夫です。大変お待たせですね。で、1人前に 30g ぐらいは使いたいんで、今回はこれ1本丸々使います。はい。じゃあ結構ねベーコンいい感じにカリカリになってきて油も出始めてるので、ここでニンニク入れます。で、火はもうちょっと弱めてあげてください。ニンニクが焦げないように。
もうオイルにニンニクの香りとベーコンのうまみを入れていくっていう感じですね。じゃあもうあとこれくらいいい感じに火が入ったらパスタ茹で始めます。で今回7分茹でのパスタなんで5分30秒ぐらいで僕は揚げます。サムネの関係もあるんでね。そうそうそう、皆さんはまあ6分ちょいアルデンテで揚げてあげてください。じゃあちょっと茹でてる間はもう超火は止めてか、まあ、めっちゃ弱火ぐらいで一応冷めないようにしてあげといてください。あと5分ですね。こうなったみたい最終的にこれですね、こうなりました。これも入れちゃおう。はい。でソース作り、じゃあまず卵黄ですね。今回は全卵で使っていこうとは思うんですだけど、白身が多すぎちゃうとなんかちょっと僕のイメージ違うので、1個全卵であと2個は卵黄だけにしようかなと思います。全卵1個と卵黄2つで、卵白は別で。じゃあもうパスタももうあと30秒ぐらいで茹で終わるので、こちらに油ごとベーコンとニンニク全部入れておきます。でここからもう火にかけることがないので、カルボナーラやってて火にかけすぎてソースが固まっちゃったみたいな、そういうのがなくなると思うので、ここら辺がね失敗しないコツですね。失敗しないのでこちらの上にパスタのせて、でちょっとこの状態でしばらくちょっと放置して、中にある卵白とかね軽くちょっと余熱で火を通していきたいんだけど、まあいいよね、混ぜちゃいます。見やすいよこうちゃん、下からやったら。え下が透明だから。えどういうこと？あ、こうやってやったらそこ見えるよっていう下。こういうこと？そう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 。あ、なるほどね。どうでもよかった。はい、でこれ状態でよーく、めっちゃいい匂いする。じゃあこんな感じで絡んだら最後盛り付けて真ん中に卵黄をのせて黒胡椒をかけて完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。すごい。最初俺黄身崩さずに食べてみよう。あ、崩しちゃった。崩しちゃった。なくてもどれくらいの味かなっていうのをね。じゃあちょっといただきます。何？めちゃくちゃチーズ、めちゃくちゃチーズ。パルミジャーノって感じ。いいっすか？いただきます。チーズのコクがすっごいよ。めちゃくちゃ濃厚でコクがあるのに、あっさりしてんの。全然むつごくない。超うまいねこれ。確かに普段食べているカルボナーラと違う。やっぱ生クリームが強いじゃん、あっちは。すごいね。ほんとめっちゃ卵の味がすごいする。卵が一番主張してる。あとチーズね。これうまいわ。追い卵ありだね、やっぱり。美味しい。でベーコンも絶対入れてほしい。このうわ、うまっ。ベーコンの塩加減が最高。最高だね。やっぱあとラストのね黒胡椒はもう絶対だね。うまっ。いやこれみんな食べて本当に衝撃的だから、普段その
みんながさ流行ってるカルボナーラあるじゃん、あれとは全然違う。全然むつごくない、濃厚なのに、で今回すごい本当にめちゃくちゃ僕たちチーズ使ってるんですけど、チーズの量は本当お好みでいいと思います、最後にねかけてもいいと思うしね、でもチーズいっぱいの方が美味しいね。まっ待って取りすぎた口入んのなんだろう、ちょっとねイメージが変わった、ね。これだったら普通にお店に行ってもカルボナーラ頼みたいなっていうカルボナーラ、どちらかというと僕あんまカルボナーラ得意じゃないんだよね、なんかむつごすぎちゃって。ただこっちは違う、濃厚ですごい美味しい。濃厚だけど全然しつこくない、生クリームの濃厚さと卵の濃厚さ全然違うもんね。全然違う。あとこっちはチーズがすごい本当に、大人のカルボナーラだね、多分ちっちゃい子はそのセブンイレブンとかさああいうとこにあるその生クリームとかたっぷり使ってるのが多分好きだと思うんだけど、大人の方は多分こっちのが好きだと思う。あっちの方が分かりやすいもんね、味が。すっげえうまい、マジでこっち天才だわ。やっちゃったねまた。やってんな。あとね麺の硬さもねもうバッチリ、サムネで時間かかったけどこうちゃんが早めにやってくれたから。いやねパスタってねサムネの時間じゃかかるんだよね。難しいんだよね。盛り付けがね結構ね時間かかるからね。ということで、はい本日はですねリクエストにもいただいたんですけど、リクエストありがとうございます。ありがとうございますカルボナーラをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、絶対失敗しないのでカルボナーラかただほぼイタリアじゃなんだっけ、ただイタリアだっけ、ただじゃない、ほぼ大体大体イタリアだ、大体イタリアをこうちゃんにね作っていただいたんですけど、本当に卵のこの濃厚さをすごく感じられるカルボナーラになってて、あとチーズもすごい感じるし、すごい濃厚でコクがあるんだけど、さっきも言った通り全くむつごくないんですよ、いくらでも食べられるようなカルボナーラになってるんで、もうぜひねお子さんにもぜひ食べてもらいたいんだけど、今回のは大人な方にね、そうだねぜひね食べてもらいたいな。あとやっぱりむつごくて苦手だっていう人、多分僕と同じような方多分いると思うんだよね絶対。そういう方には絶対もう好きになってもらえるカルボナーラになってると思うんで、ぜひ作ってほしいなと思いました。あとコメントにシュクメルリを作ってほしいっていうリクエストいただいたんですけど、僕たちもうすでにこうちゃんが作ってくれてるんで検索してみてください。12月ぐらいに作ったのかな。そうかなり先取ったんだよね、松屋さんで出るっていうのをしてたんで、はいそちらすでにねもうこうちゃんが作ってくれてるんで見てみてください、ということで本日は以上になります。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。あと簡単なんでね、はいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。